はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。いやーゴールデンウィークもあっという間に終わっちゃいましたね。皆さん連休中はゆっくりゲームを楽しめたでしょうか。今回は Steam で2022年5月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。今回は日本語未対応の作品に面白そうなゲームがたくさんあったので日本語化に期待したいです。この先の Steam のイベントではサマーセールの前に私の大好きな未発売の新作体験版が多数遊べるイベント Steam Next Fest が6月に開催予定となっているので要チェックです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにワンモアアイランド。フォロワー数は784人。新国家を建設していく植民地運営コロニーシム。異世界から召喚されたプレイヤーは女王が管轄する領土を開拓し繁栄に導いていくどこかのアニメで見たようなコロニーシム。プレイヤーは手つかずの島、ほぼ無人島である植民地の知事となって森を切り開き住居を建て食料を確保し移住者を受け入れて開拓地を拡大していきます。島が手狭になってきたら新しい開拓地を求めて船を建造し新世界を発見して新たな植民地を開拓しそれぞれの島との物流ネットワークを構築していきます。また女王から多額の税金を納める義務や様々な難題を課せられる圧政に反旗を翻し新国家樹立なんかもできるロマン仕様のゲームです。ワンモアアイランドは2022年5月17日リリース予定日本語対応の作品です。対抗立志伝5デラックス。フォロワー数は6580人。予定価格は4950円です。2004年に PC と PS2 でリリースされ、私自身めちゃくちゃハマった対抗立志伝5が追加要素を加えた HD リマスターとして登場します。信長の野望のように大名を選んで国を運営していくといったゲームではなく、立身出世の代名詞である豊臣秀吉の人生をモチーフとした出世から天下統一までの道のりを楽しむシミュレーション RPG です。戦国時代の一武将として天下統一を目指す以外にも忍者、商人、海賊など様々な職業でプレイが可能です。好きな戦国武将となってプレイすることでその人物の生き様を追体験できるといったロマン仕様ですが、初期でプレイできるキャラクターは木下藤吉郎を含め数人程度で他の人物との親密度を上げたり特定の条件を満たすことで主人公札を手に入れることができ次のプレイからその人物でプレイすることができるといったシステム。また札の枚数により新たなイベントが開放されたりもします。本作の追加要素では HD リマスターはもちろん100名以上もの武将や新シナリオ、新イベント、新エンディング、新スキルなど数多くの新要素が追加されています。なお PC 版には標準でイベント編集機能が搭載されているとのことです。個人的意見としては顔グラフィックがかなり前の信長の野望シリーズなので信長の野望大使に差し替えてほしかったと思います。対抗立志伝5デラックスは2022年5月19日リリース予定日本語対応の作品です。ドルメン。フォロワー数は5620人。予定価格は4100円です。SF コズミックホラー高難易度アクション RPG。 物語の舞台は人類が複数の惑星を植民地化した世界。プレイヤーは企業に雇われた傭兵となって惑星レビオンプライムで発生した異次元につながる裂け目による脅威を食い止めるべく化け物で溢れ返る惑星を探索してパラレルワールドに相互作用を与えるとされる謎のクリスタルドルメンを持ち帰ることが任務となります。多彩な戦闘システムはスタミナやエネルギー、ヒットポイントなどのリソース管理に気を配りながら敵の攻撃に合わせて防御やパリーを駆使して戦っていくシステム。また敵には火、氷、酸といった3種類の属性がありそれぞれの弱点と耐性を見抜き豊富に用意された武器やアーマーを組み合わせ属性やプレイスタイルに合わせて戦っていくことが重要となるようです。シビアなリソース管理と属性システムによる戦闘、そして迷宮のようなダンジョンに潜む凶悪なボス、かなり高難易度なゲームとして噂されています。ドルメンは2022年5月20日リリース予定日本語対応の作品です。デッドクラフト。フォロワー数は1270人。予定価格は2980円。世紀末を生き抜くゾンビサバイバルアクション。天水の桜姫や牧場物語シリーズを手掛けたマーベラスの最新作。物語の舞台は 2000X 年。隕石が地球に降り注ぎ荒廃した世界へと変え、
さらには隕石に付着していた未知のゾンビウイルスによって瞬く間にゾンビで溢れ返り、法も秩序も崩壊し無法地帯となった世界。主人公は人間とゾンビの根血、ハーフゾンビであるリッド。物語は相棒の仇であるネブロンへの復讐が描かれます。ゲームはサバイバル、クラフト、アクションといった要素がメインとなり、食料や水分などのパラメータ管理を行いながら、素材やサバイバルポイントを集め、ポイントを使って様々なスキルツリーを解放すれば、強力な武器や防具、料理などが作成できるようになります。戦闘アクションはクラフトで作成した武器攻撃と回避を基本に、ハーフゾンビである主人公はゾンビパワーを使って特殊攻撃を行うことができます。また畑では死体を埋めてマイゾンビを生み出すことができ、連れて歩き戦力として使うことや拠点での労働力として使うことができたりとユニークな要素が盛りだくさんなゲーム内容です。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。レッドクラフトは2022年5月20日リリース予定日本語対応の作品です。ソーダクライシス。フォロワー数は4795人。ハイテンポ横スクロールラン&ガンシューター。美しく描かれた背景をバックにミニオンのような謎の主人公が地球のコーラを全て独占しようと企む宇宙海賊コーラファミリーからコーラを奪還するといった物語。横スクロールで展開していく本作は弾丸の雨の中を突き進み、敵を撃ち落としながらスプリント、クライム、グラップリングといったアクションを駆使してステージを攻略していくゲームシステム。ステージではチェックポイントやショップも用意されており、道中で手に入れた武器や強化モジュールを使ってステータスをアップさせたり、中には銃の性能を大きく変化させるモジュールなどもあるみたいです。敵や弾丸の飛び交う入り組んだステージをハイテンポで駆け抜けていく疾走感あふれる作品。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ソーダクライシスは2022年5月24日リリース予定日本語対応の作品です。マイタイムアットサンドロック。フォロワー数は6万800人。マイタイムアットポルティアの続編タイトル。Steam でも高評価なマイタイムアットポルティア、君の街ポルティアと同じ世界観を持つ作品です。前作にも登場したユーフォーラ砂漠にある街サンドロックを舞台に、ものづくりや農業、敵やボスと戦うアクション RPG 要素から街の住民との交流など何でもできる高い自由度が特徴の作品です。かつては非常に繁栄していた街サンドロックでしたが、隣接するオアシスが干上がってしまったことにより多くの住民が去り衰退してしまいます。プレイヤーはそんな街に新しいビルダーとして雇われ、人々のつながりを取り戻しサンドロックの最高を目指す物語です。自由度の高さが特徴の作品ですが、しっかりしたストーリーやメインミッション、サブミッションなど新たな要素とさらなるボリュームを追加しているとのことです。また前作にも登場したキャラクターのほか、30人以上の新たなキャラクターが登場する予定。前作と同様にコンテンツの豊富さ、キャラの人間臭さ、自由度の高さ、さらにはマルチプレイにも対応するのでかなり長くスローライフを楽しむことができそうです。気になる価格は海外向けの発表で 24.99 ドルということなので、大体の予想では3000円中盤ぐらいの価格ではないかと思われます。マイタイムアットサンドロックは2022年5月26日リリース予定日本語対応の作品です。スナイパーエリート5。フォロワー数は2万1000人。予定価格は5150円です。狙撃に重点を置いた本格スナイパーアクション。三人称視点で展開する本作は、シリーズの代名詞であるキルカメラによるリアリティのある映像表現が刺激的な本格スナイパーアクションが特徴です。スコープ越しに狙いを定め標的を仕留めていくといったスナイピングアクションでは、進化した物理演算によってバレルやストックなどのライフル部品の選択から重力や風、さらには心拍数をも弾丸の軌道に影響を与えるといったシステムです。またスナイピングだけではなく近接戦闘やステルスといったアクション要素にも力が入れられ、様々なプレイスタイルで楽しむことができます。ストーリーは1944年のフランスを舞台に、エリートスナイパーカール・フェアバーンがナチスドイツが極秘裏に進めているクラーケンプロジェクトの陰謀に迫る物語が描かれています。マルチプレイでは最大2人のオンライン協力プレイや最大3人のチームで戦うサバイバルモード、16人での対戦モードなどがあります。また新機能侵入モードでは他のプレイヤーが敵としてキャンペーンに侵入してくるようになります。侵入をオフにすることもできますが、有効にすることで追加の経験値がもらえたり、侵入してきた敵プレイヤーを倒すことで武器やアイテム、スキンがアンロックされるといったモードになっています。スナイパーエリート5は2022年5月26日リリース予定日本語対応の作品です。
はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。V ライジング。フォロワー数は35,000人。オープンワールドヴァンパイアサバイバル。本作はヴァンパイアをテーマにゴシックなグラフィックで展開するアクション RPG といった一味違ったユニークさが興味をそそる作品です。ヴァンパイアは不死身でかなり強い印象ですが、本作のヴァンパイアは何世紀も眠りについたせいで力が衰えてしまったという設定です。日光はもちろん人間や闇の敵対勢力など様々な敵を退け、血を求めて集落を襲い、力を取り戻すために広大な世界を冒険していきます。さらに建築要素もあり、ヴァンパイアとしての力を取り戻し、領地を支配し、人間を忠実な下僕に変え、城を建築してヴァンパイア帝国を築き上げることもできるみたいです。またマルチプレイに対応しており、協力プレイや対戦を楽しめ、他のプレイヤーの城に攻め入って物資を奪うなどの要素もあるみたいです。めちゃくちゃ注目されているわけではなさそうですが、かなり期待できる作品なのではないでしょうか。V ライジングは2022年5月17日リリース予定、日本語未対応の作品です。リトルウィッチ・イン・ザ・ウッズ。フォロワー数は22,500人。見習い魔女のスローライフ RPG。本作の主人公は魔女見習いの少女エリー。魔法学校の習わしとして各地に存在する魔女の館で暮らしながら一人前の魔女になっていく物語が描かれます。魔女の修行のメインは宅急便ではなくポーション作り。周辺の森で素材を集め、レシピをもとに大釜でポーションを作り出していく。また周辺の村で暮らす個性的な人々との交流を深め、困っている人たちの手助けになることで親密になり、秘密の話を聞けたりするかもしれません。細かく繊細なドット絵で描かれたポップな可愛いグラフィックが印象的な本作は、正式リリースを2023年に予定し、全3章で構成される物語は20時間のボリューム。今回のアーリーアクセス時点ではプロローグと5時間ほどの1章だけとなるみたいです。リトルウィッチ・イン・ザ・ウッズは2022年5月17日リリース予定、日本語未対応の作品です。オールドワールド。フォロワー数は17,800人。シビライゼーションライクな単性文明ストラテジー。アッシリア、バビロニア、カルタゴなど地中海に存在した7つの文明から1つを選び、未開の地を探索し、外交、交易、他の勢力と戦争などを行いながら世界制覇を目指していくといったゲームです。本作の特徴は王朝システム。それぞれの文明には王家が存在し、王家のリーダーはターンごとに年齢を重ね、やがては死を迎えるので、子孫を残し次の世代に権力を引き継がせていくといったシステムです。発生するイベントの種類は3000以上と豊富で、プレイするたびに新たなゲーム体験を楽しめます。オールドワールドは2022年5月19日リリース予定、日本語未対応の作品です。デジションレッドデイズ。フォロワー数は1290人。ゾンビアポカリプスな世界で拠点を守り抜くアクション RPG。突如発生したレッドデイズと呼ばれる謎の現象により人々は凶暴なゾンビになった世界。プレイヤーは荒れ地と化した地域ダストボールを探索し、拠点を築き生存者が安全に暮らせる集落を作り守り抜くといったゲームです。ゲームは見下ろし視点で展開するツインスティックシューター。昼間は資材の探索や拠点の拡張、生き残った兵士の勧誘などを行い、夜は襲い来るゾンビの群れから拠点を守るといったサバイバル要素とタワーディフェンス要素を組み合わせたアクション RPG となっております。デジションレッドデイズは2022年5月19日リリース予定、日本語未対応の作品です。エターナルスレッド。フォロワー数は1050人。時間操作で結末を変えるパズルアドベンチャー。プレイヤーは破損してしまった時系列データベースであるタイムストリームの修復を任せられたエージェントとなって、2015年5月イングランドで発生した住宅火災現場へと送られます。火災によって亡くなってしまう6人の住民のタイムラインを複数の時間軸で観測し、導き出された選択肢を選び6人全員を火災から救うといったパズルアドベンチャーです。ゲームでは火災が発生するといった事象は変えることはできませんが、火災が起こる1週間前から火災発生までの7日間の6人の行動を操作したり、家の中のものを動かしたり、タイムラインに小さな変化をいくつも起こし結末を変えることができます。6人を救い出すことがメインの目標ですが、それぞれの人物を助ける方法はいくつも存在し、助け出す方法によってその人物のその後の人生にも影響を及ぼしてきます。最短で手っ取り早く助け出すのか、全員にとって最良の結末となるようにするかはプレイヤー次第。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。
エターナルスレッドは2022年5月19日リリース予定日本語未対応の作品です。フロッピーナイツ、フォロワー数は1750人。フロッピーカードのデッキ構築とターン制シミュレーションの融合。発明家少女ファービーとロボットアームのカールトンが発明で生計を立てることができると両親に証明するため、フロッピーディスクに収められた様々なユニットを具現化できる機能、フロッピーナイツを使って自立を目指す物語。ゲームは街のミッション掲示板から困っている人の依頼を受けてターン制バトルに突入。バトルでの行動はカードの選択によって行い、ユニットの召喚、移動、スキルを選択してミッションのクリアを目指します。ミッションで獲得したコインを使って新たなカードを開発したりアップグレードするなどデッキ強化をして自分だけのオリジナルデッキを作り上げていくゲーム。フロッピーナイツは2022年5月24日リリース予定日本語未対応の作品です。アウトゼアオーシャンオブタイム、フォロワー数は7700人。銀河探索アドベンチャー。冷凍保存から目覚めた宇宙飛行士となって宇宙を探索し、旅の途中で出会った異星人から仲間を募り、銀河文明の支配を企てるアルコンを見つけ出すといった物語です。プレイするたびに変化する広大な宇宙を巡り、パーティーを組んで廃墟と化した宇宙船や古代都市、荒涼とした惑星を調査し、貿易や惑星探査で得られた資源を使って宇宙船をアップグレードすることもできます。物語は会話の選択肢によって分岐し、宇宙での生き残りをかけて壮大な物語が展開していきます。アウトゼアオーシャンオブタイムは2022年5月26日リリース予定日本語未対応の作品です。アンエクスプローラー2ザ・ウェイファーラーズ・レガシー、フォロワー数は5300人。2017年にリリースされたローグライクアクションアンエクスプローラーの続編タイトルです。プレイヤーはウェイハーラーと呼ばれる旅人となってヨンダーの杖を破壊する旅に出るといった物語。かなり高難易度な内容に加えパーマディスシステムを採用しており、プレイヤーキャラが死んでしまうと最初から新しいキャラを作り直しやり直す必要があるものの、年代が変わった同じ世界に再チャレンジできるちょっと変わったゲームシステムが特徴です。前回の旅によって今ある世界が構築されるシステムで、例えば村の近くの狼の群れを倒せば次の冒険では村は繁栄しアイテムの品揃えが増えたりするし、反対に狼の群れを放置すれば次の冒険では村は滅びているといったユニークなシステムが特徴。本作は日本語未対応ですがエピックゲームズで2021年6月にリリースされていますし、体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。アンエクスプローラー2ザ・ウェイハーラーレガシーは2022年5月28日リリース予定日本語未対応の作品です。ドワーブ、フォロワー数は5200人。タワーディフェンスとダンジョン探索を備えたアクション RPG。プレイヤーはドワーフの鍛冶屋の青年となって廃墟となった王国を探検し、古代の失われた技術であるタレットやトラップといった様々な技術を発掘して、魔女の女王バンドラ率いるモンスターの群れから街を守るといった物語です。ストーリーベースで進行するキャンペーンは多彩なキャラクターが登場し、複数のバイオームに存在する古代のダンジョンを探索することで、ドワーフとトロールの歴史や隠された秘密、謎のパズル、興味深い伝承が紐解かれていきます。マルチ要素は今のところなさそうですが、なんとなく最近発売された人気作コアキーパーと似たような雰囲気を感じさせる作品なのでかなり気になります。ドワーブは5月31日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年5月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。なんだかんだで面白そうな作品がたくさん登場しますね。6月には未発売の新作の体験版が多数遊べるイベント Steam Next Fest もあるのですごく楽しみです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日の良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。